ポイントというか、この腹膜はね、意外と匂いが、このぬめりが綺麗に。はい、今日はアジのなめろうの作り方と、なめろうってね、なんぞやという方もいると思うんですけれど、関東ではね、なめろうって結構一般的な料理なんですけれど、なめろうっていうのは、アジのね、たたきをさらに細かくしたような料理でして、で、味噌とあえて食べるんですけれど、もともとはね、千葉、南房総あたりの漁師さんが食べていた料理と言われていますかね。アジをおろして、身をね、薬味とあえて、で、味噌で味整えて細かく叩いていくんですけれど、非常にね、お酒のおつまみになるということで、居酒屋さんなんかではね、結構定番メニューとして出されていたりしますかね。今回はね、アジを使うんですけれど、アジでなくてもイワシだとかサンマだとかね、こういう小型の青魚で、どんな魚でもね、美味しく食べることができる料理ですかね。アジをさばくときはね、まずこういった感じでゼイゴを外して、頭を落として、ここからね、内臓を出して、ここから3枚におろしていきますと。で、ここでね、一旦水洗いして、このね、お腹の中の血合いだとかをきれいにしておくと、臭みの少ないなめろうが食べられますよと。3枚におろすときはね、こっち側ね、頭を右に向けて、お腹からおろしていきますと。骨を探りつつ、なるべくね、この中骨に身が残らないようにさばいていきます。ちなみにね、アジってね、ものすごい日本人には馴染みの深い魚で、結構なね、量を消費しているように感じるんですけれど、そのね、魚種別の消費量ランキングみたいなのを見ると、意外とね、アジはそこまで消費されていなくて、イカだとかね、マグロ、あと鮭の方が消費量でいうと圧倒的に多いという結果になってますかね。3枚におろしたらあばら骨をすいて、でここにね、中骨が残るので、この残った骨を骨抜きで抜いていきますと。ちなみにね、これね、あばら骨自体はここまでしかないんですよ。こうやってあばら骨だけこうすく方がいるんですけれど、あばら骨は終わってもここにね、この腹膜が残るんですよ。で、この腹膜はね、意外と匂いが残っていたりするので、骨はないんですけれどね、この最後、この腹膜もしっかりと包丁でね、すき取っておくと、食べた時にね、美味しいアジが食べられるのかなと思いますんで、ここからね、中骨を抜いていきますと。中骨っていうのは頭から尻尾に向かってこういう向きに刺さっているので、抜く時はね、頭の方に向かって引っ張ると、身が崩れずに抜けますと。こっちね、頭から尻尾に向かってこっちの方向にこう抜こうとすると結構ね、身がボロボロになってしまうんで、なので右利きの方はね、頭を右にしておいて、こんな感じで骨を抜いていくと、作業はスムーズに進みますかね。あとね、骨を抜く時の注意点は、みんなね、こうやって触ってこっから抜いていくと思うんですけれど、この頭を途中で切ってるので、こっち側ね、ここの断面にも何本か骨が残っているので、ここのね、断面も指で触って骨が残ってないかね、確かめてから
抜くとお刺身だとか、アジのねなめろうに骨が残らない仕上がりになりますかね。一旦ねここでアジの身に塩を振りますと。これね塩をするとこの浸透圧の関係でこの水分が抜けて、でこの最初に抜ける水分にね結構この魚臭い成分が含まれているので臭みが抜けるんですけれど、どうしても水分が抜けるので身がねっとりするんですよ。これをねあまり強く水分抜きすぎるとなんかこのアジ独特のみずみずしさがなくなってしまうので、薄めに塩を振って、でほんと5分も経たないぐらいで表面にねうっすら水分が浮いてきたらこの塩を洗い流す。はい、で、今ね、2分ぐらい経ったんですけれど、このうっすらと表面に水分が浮いてきたらこれを水で洗い流します。でこのね水の出方は魚自体の鮮度にもよりますし、例えば使う塩のね粒子の細かさだとか、あと外のねこの気温、寒いところでやれば当然ね塩が入るのが遅くなるので、この辺はねもう本当に感覚仕事って感じで、好みで加減してください。でこれねこのままね、皮引いて料理してってもいいんですけれど、僕の場合はね、ここで一旦氷水作って、でここにね、お酢を軽く入れて、でこの薄めたねお酢に、アジの身をくぐらせてから、料理します。なんでこんなことするのかというと、臭みが消えるというのもあるんですけど、塩するとねどうしても魚の表面にぬめりが浮いてくるんですけど、このねお酢を通してあげるとこのぬめりがきれいに落ちるので、こういったね、作業を挟んでから料理してますかね。はい、で、お酢からあげたらこのアジの身の水気をペーパーでね拭き取りますと。この状態になったら、今度皮を引いていきますと。アジの皮の引き方なんですけれど、魚はこの尻尾の方からねこういう感じで包丁入れて皮を引いていくと思うんですけれど、アジの場合はねこう頭からこうね包丁でちょっとこうきっかけを作ってあげて、この刃の方じゃなくて包丁の峰っていうのかな、背中の方でまな板に押し付けるようにしてこうねスライドさせていくと簡単にね皮が剥けますので引いてくださいと。アジねこれゼイゴをつけたままさばく人もいるんですけど、このねゼイゴをつけたままだと皮を引いた時に、この皮を当然まな板に押し付けるので、結構ねまな板がねこう鱗まみれというか外れたゼイゴまみれになるんで、僕はねこのゼイゴは最初に取ってからさばいた方が仕事がしやすいのかなと思いますね。そう、ここに結構鱗が残るとなんかねその後掃除したりが面倒なので、最初にきっちりねゼイゴは取っておいた方がいいのかなと思いますかね。薬味と合わせていくんですけれど、使うのは味噌、すだち、みょうが、生姜、青ネギ、これ大葉っすね。白ネギ使ったりだとか、あとエシャレット使ったりだとか、その辺はね好みで、まずねこうアジを刻むんですけれど、アジはね僕の場合はね、これ1匹だったらこの4分の1ぐらいこの背中側は取っておいて、でこっちはこっちで細かく刻んで、こっちは、さらに細かく叩いてなめろうにしてますかね。こっちはだいたいね5ミリ角ぐらいのさいの目に切って、で、別で取り置いて最後に合わせる。なんで別で刻むのかというと、これね叩いてほぼほぼペースト状にしていくんですけど、その中にこういうねちょっと食感のある身が残ってると、僕はね
その味がある程度ムラがあった方が美味しいんじゃないかなと思うので、これはこれで取り置いてますね。でね、一つポイントというかコツというかなんですけど、細かいのの中に粗いのは入れるんですけれど、大きさ自体は揃ってた方が美味しく感じるんですよね。例えばこの中に1個だけね、こういう大きいのとかがいると、なんかそれはそれでね、こいつが口の中に入った時にすごい違和感があって、規則的に不規則なものがいるっていうのが多分ね、美味しいんじゃないかなと僕は思ってますかね。だからお寿司とかもそうですよね。そのネタの中に規則的にね、シャリの香りだとか硬さだとか食感が違うものがいるから美味しく感じるので、あれがね、多分シャリの中に1個ね、ものすごい粒の大きいお米とかがいたら、それはそれでね、口の中でものすごい違和感がある。だから大きさはなるべく揃えるようにすると美味しくできるんじゃないかなと思いますね。細かく叩けたらそれぞれ取り置いていきますと。で、薬味系もね、ここで細かくね刻んで、取り置きますと。で、みょうがはね、これ細かく刻んだ後に、軽く水にさらしてちょっとね、このアクを抜いといてくださいと。と、生姜はね、これすりおろしてもいいですし、今回はね、針生姜っていうのかな、細く千切りにして、なめろうの中に入れていきますね。で、人によってはね、これ生姜も香りが強すぎるというので水にさらしてから使う方もいるんですけれど、僕の場合はね、生姜はもうそのまま一緒に混ぜてしまいますかね。大葉、大葉もね、これ苦手な方もいるとは思うので、もう完全に好みなんですけれど、僕は大葉も、一緒に混ぜ込んでしまいますかね。薬味を刻んだら、このね、先ほど細かく叩いたアジの身と合わせて、ここにね、味噌を合わせて叩きますと。味噌ね、これそのまま入れてもいいんですけど、結構ね、そうすると混ざりづらいので、ここでね、味噌にね、軽く醤油を加えて、こっちのね、味噌を最初にある程度ゆるくね溶いておいて、これをアジに合わせると比較的早めに味噌とアジが馴染むと。最初にざっくりと馴染んだら、ここからね叩いてさらに細かくしていきますと。なめろうの語源は、滑らかだから、滑らかがなまってなめろうという説と、あとね、お皿をなめるぐらい美味しいからなめろうという説と、諸説ございますかね。でね、これ好みによるんですけど、ものすごい細かくする方もいるんですけれど、僕はね、そこまで細かくしすぎていない方が好きですかね。なのでこのぐらい全体に、薬味と味が馴染むぐらいに合わせたら、このね、先ほど取り置いたアジの身を合わせて、であとは盛り付けて完成と。この時にね、途中で味見をしてみて、ちょっとね、こう味がぼやけるなと思ったらね、醤油を少しだけ加えて、で、合わせると結構このね、締まりのあるなめろうになるというか、味噌だとどうしてもね、こう味が
ぼやけやすいので、最後ね醤油だとかで加えて切れを出すと味がね決まって美味しく食べられますかね。はい、こういう状態になったらあとは盛り付けて完成ですね。盛り付けるだけなんですけれど、こういう料理はこれね盛り付けが非常に難しいというか、正直ね見た目がそんなにね綺麗な料理というわけではないので、こんな感じでね、お皿に盛った後に薬味はもうこの中に入ってはいるんですけれど、もう一度ねこのネギだとか、生姜だとか薬味をね再びねこう添えてあげると比較的ね見た目が良くなるのかななんて。であとはねこのすだちだとかをスライスして添えたりしてもね結構見た目が可愛くなるのかなということで、こんな感じでね、アジのなめろう完成でございますと。はい、今日は以上でございましたと。